私の世界は完璧だった。今日は3年越しのスポンサー契約の発表ライブ。50万人が見ている。夫のジンが機材を担当してくれていた。いつも通り何も問題はないはずだった。配信が始まった瞬間、コメントが溢れ出した。皆さんこんにちは。今日はとっても大切なお知らせがあって。コメントは好意的なものばかり。いつもと変わらない私の世界。それはコメント欄の端に静かに現れた。無視しようとした。しかし次の投稿が来た。ちょっとごめんなさい。コメントが多くて笑い。8年前の旧姓まで誰だこれは。夫も異変に気づいていた。無視すればいい、無視してしまえばいいと思っていた。コメントの流れが止まらなかった。そういったコメントは私の活動とは無関係で。消えたはずのメールがない。なぜ。視聴者数が跳ね上がった。でも配信を止めることは負けを認めることだった。配信を切れ。切ったら認めたことになる。50万人が私を見ていた。そして私は初めて逃げ場を失った。皆さん、これは明らかな嫌がらせで。その時、夫はドアの方を見ていた。スポンサーから電話が鳴った。スポンサーが離れた。嘘でしょ。夫の言葉より負けたくない気持ちが勝った。もう止めろ。やめない。私はやめない。コメントは止まらなかった。これは事実無根の嫌がらせです。私のことを信じてくれている方、どうか。8年前に私が最も隠したかったものが、私の顔から8年間貼り付けてきた笑顔が剥がれていた。ジンが止まった。夫の目が嘘をついている目だった。何でもない。逃げ場はもうどこにもなかった。切れなかった。この50万という数字が私の鎖だった。最後の賭けに出ようとしたその時だった。一つだけ言わせてください。ノックが聞こえた。夫は驚いていなかった。その沈黙が全ての答えだった。知ってたの？6万人が見ている前で私はドアを開けた。8年前に踏み潰したはずの女がそこにいた。8年ぶりですね、たまこさん。8万9,000人の前に私を壊しに来た女が立っていた。ミオは怒りではなく静けさで話し始めた。視聴者の皆さん、はじめまして。私は8年前、御堂たまこさんに職を奪われた結城美代と申します。体が動かなかった。やめて。8年分の静かな炎がタマコを包んでいた。8年間ずっと待っていました。あなたの謝る日を。謝れなかった。謝ったら私という人間が完全に終わると思っていた。謝る理由なんてない。ミオの手の中に全てがあった。証拠は全てここに。このまま配信で公開してもいいし、警察に渡してもいい。夫が彼女を知っている目をしていた。夫が彼女の味方だったのかもしれない。なんでミオを知ってるの？昔の職場の同期だ。12万人に私が崩れていく姿を見られていた。ミオの目には憎しみではなく決意があった。謝罪はいりません。ただ事実を認めてください。ここで、この場で。8年間私は笑顔で覆い隠してきた。でも今夜その全てが終わろうとしていた。8年間守り続けた嘘が終わった。私がしました。あなたを追い出したのは私です。その言葉をミオはずっと待っていた。ありがとうございます。夫は何も言わなかった。それが一番の答えだった。私が作り上げた世界が閉じた。
彼女は振り返らなかった。8年間一度も振り返らなかった女がようやく前を向いていた。50万人に見られてきた私の世界はこにゃ音もなく終わった。翌朝、止まらない着信とメールが届いた。すべて終わりを知らせるものだった。夫は例に荷物を持っていた。弁護士を通して連絡する。ドアが閉まった。ジンの最後の言葉が胸に刺さったままだった。待って、あなたも最初から知ってたの？ミオは8年前俺の大切な同期だった。お前が壊した。50万人のフォロワー、完璧な家、完璧な夫。私が8年かけて積み上げた全てが一晩で消えた。彼女にはもうこれは必要なかった。8年間やっと終わった。面白かったらチャンネル登録お願いします。